やってみた。信号なし状態。はい。はい。で信号がこれ信号ある。あ、軽い軽い。うん。で今度は回転ある。はい。ちょっと回して重くなったでしあ、ょ。重くなった重くなっ軽くなった。た。あ、なったなったなった。でちょっと電源オフっていうか、一番最初の、あ、おお、これがはい、聞いてないでしょ。効いてない状態。ちょっとこれ手で触ってくんない？これがもしかしたらサイドブレーキの調整かもしんない。多分。ああ、それがサイドブレーキね。あ聞いて戻んなくなったら嫌だから。あ、これはいよいよ電動パワーステ周りが形づいたとこですね。あいまいち芯が出てないんだけど、強度重要にしたんで。だって別にこれってなんだっけ、これジョイント、ジョイントもあるし問題ないんじゃない？そう、元はただのストレートのシャフトでここについてたから、これはこれの部品なんだけど、ここにスプライになってるでしょ。このスプライになってるシャフトを切って、これに合うシャフトをこの中に入れて、間にパイプを入れて溶接しちゃうのね。だからこれとこれはついてない。だから一応動くのね、ここは。で、これとこれもついてないでしょ。ボルトで止まってる。でこれもついてないでしょ。だけど抜けようがないから、その溶接したところはこの中にシャフトがこのシャフトがここまで来てるのね、中まで。だから溶接が取れてもボルトが取れても、ハンドルが取れちゃうみたいなことはない。ああ、そうだね。これがこうやっていったってここで収まっちゃうしって抜けちゃうことがないってこと。それ考えて作った。で全部ほらこれに熱加えてないから、ああ、溶接の時にね。これ以外の部品で溶接してるから、こっち側もこれちょっとカバー見づらいんだけど、ここにこの形にかぶってる部品があるのね。もともとこのハンドルについてたやつ、それがやっぱりこの筒、向こう側はこの筒だから、この間切ってるからね、この筒の内側にこれを入れて溶接してあるから、でその溶接してあるやつをここのシャフトに差し込んで、あのね、でここはそこにネジ切って、ここにへこみだけつけてボルトの先をこう伸ばしてただ押さえてるだけにしてる。ただの抜け止めみたいな。電動パワーステ。これがこっちにあるやつで、シャフトの溶接をしないで済むように、これが向こう側に同じようなのがついてて、このゴムのダンパーみたいなのでこうついてるのね。でこれがこのシャフト、ステアリングシャフト、これ1本抜いてあるんだけど、1本でつながって切ったのねこれ。でこれを結局このシャフトをここで溶接すれば、こっちに熱加えなくて済むから、で今このちょうどいいパイプをかましてやるために、このパイプをかませばぴったりなのね。これをちょっと削りが荒くてガタガタになっちゃってるんだけど、でこれ買って削ってる途中、なかなかこのボール板でも削れなくてさ、これね、こうスプライになってるから、できればこれで取れるようにしたいわけ。まあ最悪これ溶接しちゃってもいいんだけど、でこっちを溶接しないっていうのは、まあ、さっきちょっと言ってたけど、こっちはねまだ考えてない。でこの中が要は歯車があって、プラスチックの歯車だからあんまり高熱を与えたくないってことだよね。いやこれはもしかしたらアルミかもしれないけど、前にバラしたのはプラスチックだったから、まあどっちにしろこんなのついてる状態で溶接なんか良くないじゃん。だからできれば他のパーツの組み合わせで動くようにしたい。まあこういうね、ここから離れたところで溶接なら熱加えならいい。向こうは1本のシャフトでユニバーサルジョイントはないから、ここにジョイント1個作れば